にちは、レイラーです。今日もマインクラフトでの日記を読み返していきたいと思います。パート82です。前回は新たな地図を埋めつつ新しい洞窟を探索してきました。地図の残りは次回改めてきれいに探索するとして、今回は拠点の地下をもう少し探索してみたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。探索の前にいわゆるバグを利用している装置の動作確認だけしておきたいと思います。まずは自動かまどです。この装置はカーペットを増殖することで燃力を無限化しています。これは Java 版でのみ条件に合う場所でのみ動作していました。そろそろ動かなくなるかと思っていましたが、問題なく動いていますね。続いてはレール増殖です。これはオブザーバーを利用した装置です。どんな種類のレールも無限に出ていました。これも問題なく稼働していますね。次はイカと光機カのトラップを見に来ました。これは 1.18 からイカだけのトラップになっています。光機カのスポーン条件が変更されたため、このトラップではイカしかスポーンしません。前回見つけた拠点地下の洞窟からいろんな方向に少し掘って探索してみたいと思います。見つけた洞窟は新バージョンのものなので他にも発見できるかもしれません。少し進んで場所を選びましょう。前回適当に松明を置いただけですが、敵モブスポーン条件である暗さが変更されたため敵が全くスポーンしていませんね。この変更はとてもありがたいですね。拠点でも敵が少なくてありがたいです。溶岩たまりも見えますね。見えているところばかりではなく、今回は掘って進んでみたいと思います。深くなるとダイヤなども簡単に出てきますね。以前からブランチマイニング場はあるのですが、今回の新分布に合わせたマイニング場も作ってみたいですね。最下層に向かって階段状に掘ってみたいと思います。現在マイナス43の高さにいるので、あと20ほど掘っていきたいと思います。ラピスラズリもたくさん出てきますね。これはとてもありがたいです。ダイヤやレッドストーン、ラピスラズリなどは深層部分に多く増えていますが、問題はエメラルドではないでしょうか。エメラルドは山岳バイオム限定で、かつマイナス16以上の高さでしか取れなくなっています。岩盤にたどり着きましたね。溶岩に渡ることもなかったので、この周辺のモブ少し掘ってみたいと思います。
高くても砂利は出てくるみたいですね。砂利もなかなか集めることができないので、見つけた時に取っておきましょう。結構広範囲に固まっていますね。軽く部屋になってます。さらに広く掘っていきます。新聞くずでは各鉱石がさまざまな高度に配置されています。以前のような全ての鉱石が効率よく取れる高度はなくなりました。逆に言えば多種多様なマイニング場を構想できますね。見慣れない紫色のものを発見しました。アメジストジーブドがあるみたいです。大きめのジーブドですね。これはラッキーです。この場所なら拠点の地下なので常にアメジストが育ちます。地上での座標と比べてアメジスト性能の倉庫を作ってみようと思います。アメジストは成長過程があるので大量に取れる素材ではありませんが、それでもこの大型倉庫を一つアメジスト山に作りたいと思います。この倉庫いっぱいにアメジストが集まることがあるのなら夢がありますね。倉庫自体は全く同じ構造なので制作過程は飛ばします。できました。先ほどのアメジストジューブドはピラミッドシーボルの真下でした。ですのでジューブドから少しだけトロッコで運び、水流エレベーターで一気に地上まで送る構造を作りたいと思います。常時水の中で真っ暗なので、水中呼吸と暗視のポーションを使って作業します。統合版であれば、この時点で全て水源に変わると思います。Java 版では、これをさらに水源化しなければいけません。水中工作のエンチャントがなければ非常に辛い作業になるかもしれません。アメジストジオードの高さまで掘れました。ジウプドに向かって横に掘ります。崩壊石が見えてきましたね。思っていたより近くてよかったです。15度までたどり着きましたので、降りてきた水の場所に自動に下ろした水流エレベーターの仕組みを作りたいと思います。これは地上にあるものと同じです。
このホッパーに入るようにレールを設置して、あとはドロッパーで水の中に出るようにするだけです。こんな感じになります。地上で作ったものと同じ構造です。あとはレールを敷くだけです。これも地上でのやり方と同じですので簡単です。あとはレバーで発射するようにしてチェスト付きトロッコを走らせるだけです。それでは少しアメジストを取ってみたいと思います。アメジストは4段階の成長過程があり、芽生えたアメジストブロックの上でしか育ちません。そこで問題になるのは、アメジストのかけらが取れるのは最大に整地のしたものだけというところです。アメジストはツルハシでのみ取得することができます。しかし、最大に整地をしていないものを壊しても何も取れません。芽生えたアメジストブロックがあれがまた成長するのですが、少しもったいないですね。せっかく途中まで成長したものを無駄にしない方法としては、シルクタッチで壊すと最大に成長していなくても取得することができます。それをまた芽生えたアメジストブロックに戻せばそのまま成長します。あとは水流エレベータです。ポンプを使って全てを水源にします。Java 版ではこれが一番楽だと思います。これでコンプを壊せば全て水源になります。今回の日記はここまでになります。チャンネル登録やコメントもお待ちしております。Twitter や Instagram もよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。次回またお会いできると嬉しいです。それではこの辺で。ではでは。